ティーズスカイライン2。先行配信させてとオファーを出したら発売日当日にゲームキーをくれたシティーズスカイライン2。畜生こちとら予約開始当日にアルティメットエディション予約組だ今更すぎる。すがすがしいほどの逆恨み。お高いゲームだし元を取るつもりでがっつり遊び尽くすぞおお。早速ニューゲームでマップ選び。デフォルトでも結構選べるな。おやこのマップはもしや、静岡市？絶対に縁もゆかりもないと思うぞ。ほら川の位置も静岡市の安倍川と同じだし。ただの偶然です。よし決めた。ここに最強の静岡市を作るぞなんだよ最強の静岡市って意味わからねえよ。設定は左側通行に変えるだけであとはデフォルト。なお1をプレイした時はアセットがクルーの嫌で常に右側でやっとりました。まあ右側通行の静岡はありえんから今回は左だな。都市名は、ネオ静岡。静岡人、それは自らの住まう地を正しく発音できない民族。いや静岡が正しい発音なのです。そうなの？それではネオ静岡、スタート。お、チュートリアルが始まった。ふむふむなるほど。っていうかチュートリアルこれいつまで続くん？だーもう、めんどくせー。チュートリアルオフじゃー。うちのレイムさんは我慢が足りない。それでは気を取り直してネオ静岡、スタート。ってお前本当にそれでいいのか？ネオ静岡、それは不思議な力で中央だけは雪が積もらない不思議な街。南アルプスが偉いことになってる。仕様です。さて街づくり始める前にインフォの大気汚染で風向きを確認。ふむふむ、安倍川河口の大浜海岸は西から風が吹いてる模様。海外兄貴たちの先行配信で、工場とかの大気汚染は風向きが大事って言ってたぜ。マップ東南に送電線を発見。ここに発電所繋ぐんかな？チュートリアル無視したからこれの使い道がわからんぞ。まあなるようになら。適当だな。外部との接続は北東に細い高速道路、南西に東名高速道路っぽいのが使えるみたい。こっちの方が太いしここから町開発だな。まずは地形ツールでがっつり平坦か。地形ツールは甘え。いや地形操作縛りも楽しいけど、家がぐにゃるの嫌だし。ちなみに前作では地形操作で山城作って遊んで、家一軒も建てないで終わったことが。地形操作はほどほどに。てかこの世界川の水位高すぎじゃあ。ちょっと台風来たらこんなん溢れちゃうよ。防災意識は無駄に高え。静岡市は地震も起るって、30年くらい言われ続けてるからね。くるくる詐欺。で高速の出入り口をラウンドアバウトにしようとしたけどうっかり破壊。おい。高速道路が未開放だから修正できないよ。しょっぱなからぐったぐだ。仕方ないので一般道を使ってごまかしたけど、横断歩道多すぎで怖い。横断歩道を消したかったら、コードロードサービスを開放してください。世知辛い世の中。高さ調整してたら道路なんか黒くなっちゃったしもう適当でいいや。細かい道路調整はもうちょいゲーム進めてからだな。でも初期の道路でも結構色々やれそうなポテンシャルを感じちまちま実験。左折が信号待ちしないように一方通行を入れる小細工入りまーす。こういうの大好き。細かい道路の設定って面白いよな。さてそろそろ区画設計始めましょ。幹線道路沿いを商用区にすることにしたので、お店の向きを道路に向けるため、店の裏側を歩道にしました。でその歩道の奥側は住宅の区画。ここでグリッドモードでビャーっと敷設だー。2で増えた新機能だな。5番好きにはたまらない機能。住宅の区画への接続はドバイとかによくあるこれ。ドバイの道路は世界一いい。世界一かは知らないけど左折で入って左折で出る感じにしとけば多分大丈夫かな。まあ都市工学とかわからないし、何かが起きたらその時考えましょ。適当だな。送電線の方も、盛り土？いつか海岸の方まで平坦化したらすごい絶壁になってそう。静岡の久能海岸のとことか絶壁だからまあ問題あるめー。そうなの？さて平坦化が終わったので、小型石炭発電所をホイットな。オーマイルストーンアンロック、ちっぽけな村。ちっぽけとは失敬な。いやまだ住民0人だからな。そうだった。よくわからないけど送電線をつなぎましょ。無資格電気工事ダメ絶対。お次は下水処理場。絶壁の下だけど道面って済んだそれ。そやグイーンってやってだーだよ。思った以上に力技。お、高低差があったせいか擁壁がついてる。これはうまく使えばかっこいい街作れそうだ。地形操作で微調整もできそう。なるほどなるほど。そして微調整に失敗してギザギザになり嫌になって放置。お前ほんとぐったぐだだな。気持ちを切り替え紅葉区を作りましょ。まあ、
初期に使える土地狭すぎ。いやマイルストーン解放された時に購入権もらえてるぞ。気づかんかった。恥ずかしきど素人。はい左折ショートカート。てかそれ右折禁止しないと渋滞の元になりそうだけどな。ではお次は上流に用水条件成立。これで当面のインフラは整ったかな？さて作ったインフラを近くで拝見。さすがシティスカ2、グラ綺麗だな。いやこれグラフィック設定落としてるし。おい。今グラボは GForce RTX 3600で買い替えも考えてたんだけど、GForce の4000番台は省エネだけど処理能力が微妙。でも電気代の節約でペイするには数年だろうし5000番台が出るまで待つべきか。DLSS3 対応とかもあるから自作 PC の人はやきもきしてそう。さて PC 談義もほどほどに、角の色塗りじゃあ。需要なんて関係ねえ。気分で適当に塗ってくワイルド設定。いやいや住宅は適当だけど、商用とかは需要見ながら足してくよ。それではお待ちかねのニョキニョキタイム。いやクレーンがくねくねしてるだけで全然ニョキニョキ感ないんだが。糸かなし。そしてここでスルーしてたマイルストーンを確認。各種道路と医療が増えたみたいだな。ああ、開発のアンロックに使うポイントももらえてた。んなわけで早速コードロードサービスを開放。これで信号や歩道の撤去、右左折禁止とかもできるようになるぜ。はいはい交通量多くなりそうなところは歩行者禁止でーす。こんなところ歩行者に歩かれたら危なくって仕方ねえぜ。ふむふむ2車線道路と3車線道路は道路幅が一緒か。これはアップデートした方がいいかな？少しずつだけど道路の敷設も分かってきたかも。こういう細かい接続できるようになったの道路好きにはたまらんぜ。家がちょいちょい建ってきた。街開発始まったって感じするな。土地が変えることに気づき東南方面に全力拡張。まずは切米紅葉区。そして甘江の、森戸。静岡市、小さな村と、ディスられる。まあ住民400人しかいねえしな。どうやら教育がアンロックされた模様。現在の静岡人は学歴なしのロックな生き方。いやいや学歴なしはやばいでしょ。住宅街中心に小学校を建設だー。っていうか周りすっかすかだな。今作ではこういう施設を後からアップグレードとかもできるみたい。ああそれで周り空き地作ってるのな。いや墓地設置しようとして、でかすぎて入らなかっただけだよ。安定の無計画の賜物。結果墓地ができる前に住民がお亡くなり。なーむ。んなわけで適当に墓地建成立。しかしでかい墓地だな。まあリアルでもこれぐらいありそうだから、これはこれで好きかも。さいですか。需要があるから紅葉区拡張だー。十字路は許さん、三差路にしろー。これが根拠はないが十字路を悪とし、上級者気取りをするプレイだ。効果あるよ、多分。やっぱ適当じゃねえか。てへ。よしど素人の根性を見せてやる。紅葉区に繋がるジャンクションを作るぞー。高速の出入り口はジャンクションじゃねえ。インターチェンジだど素人。細けいことはいいんだよ。てかそもそも高速道路開放してなかった。うちのレイムさんは勢いだけで生きてます。そして高速のランプを伸ばしていたら、マイルストーン大きな村。畜産島の産業と警察消防がアンロック。今はそれどころじゃない、インターチェンジが先だー。もう、橋桁が邪魔で高速が引けなーい。ど素人が、無茶しやがって。うおー、気合じゃー。機能や美しさは二の次、これが初心者の底力だぜ。土砂降りの雨の中、なんとか接続成功。お疲れ様でした。西方面の降り口が一箇所だけ別になっちゃったけど諦めた。高低差のある場所での高速との接続は辛いな。資金に余裕できたら既存の高速潰して作り直しましょ。とりあえず動いとったらええんやで。さてお次は何を？なんかめっちゃアイコン出てる。賃料が高い。身の丈に合った家を借りなさい。まっとうな物言いだけどそういうことじゃねえよ。より高い区画密度か、異なる区画が必要です。働いてお金を稼いで家賃を払いなさい。問答無用で公用区を拡張した。働け、もっと働け。それ昨日までやってた別のビーバーの街づくりゲーだ。気になる方はチャンネルの再生リストで確認だ。こらこら。商用需要も上がってたので外周を伸ばして適当に拡張。ここで働いて金を稼げという確固たる意思。さて住民どもが働き出すのを待つ間に、追加の住宅街の区画割りでもしますか。必殺のグリッドでビャーだ。てかグリッドでビャーっとしないと区画のセルがおかしくなって、やりにくいったらあやしない。なんか知らんが90度の直角同士を繋いでもずれることあるし、
同じ90度でも微妙に1ピクセル左右に動く感覚あるよな。まあ近くのセルや道にスナップしてるのもあるんだろうけど見極めがわからぬ。始めたばっかだしその辺はおいおい分かってくるかな。火事だー。あ、やばい、インターチェンジ作るの夢中になって警察と消防の存在忘れてた。そんなわけで火元に消防署ドン。消防署が稼働前に燃えそう。ついでに警察も適当に立てときましょ。とりあえず消し終わった模様。しれっと霊柩車アイコンの出てた廃墟を取り潰し、なかったことにした。これは秘密だよ。おい。苦難を乗り越えた我が町、雄大な村にランクアップ。人口は2000人程度になったがまだ村呼ばわりされとる。特区や条例事業所に特殊な建物やら色々開放されたみたい。早速コランダムコンドミニアムとやらもゲットだ。やれることが一気に増えて、どれからやろうかこや悩む。てか前に開放された畜産とかもまだ手つかずだぜ。あ、火事で焼け落ちた南大門もある。まあ韓国の南大門はもう10年以上前に復元終わってるぜ。興味ないから知らんかった。こらこら。早速開放された公園を建設。小学校横に小さい公園を2つ。圧倒的にあんこ派だけど、ワンコも好きなのでドッグランも作りましょ。維持費とかは気にしねえ。好きなものを好きに作る無計画開発。小さな公園。しょっぽワンコのいない、ドッグラン。まあできたばかりだししゃあなし。ポップミュージシャンの邸宅をもらったのでこれを建設。周囲500メートルの福祉度プラスに。逆光で見にくい。シティスカではよくあること。さすがポップミュージシャン、馬飼ってやがる。住宅街の真ん中で馬を飼うとは生意気な。イラッとしたので名前クマに変えたった。他人のペットの名前を変えるな。てか昨今住宅街にクマはまずいぞ。てへ。墓地の名前を一人ぼっちに変更。仏さんがかわいそうな命名すな。などと遊んでたら渋滞発生。夕方の帰宅ラッシュ。てか公領区と繋ぐ唯一の道が片側一車線じゃねえか。なんか知らんけど左折の人が交差点で止まってたので、ショートカット敷設。ショートカットの意味はなさそうだけど、時間が過ぎて渋滞は緩和されたな。では路中が気に入らず歩道を広くして車を止められないようにしつつ今回はここまで。おいえらい中途半端なところだけど終わるのか？シティスカの実況初めてで尺の長さを見誤ったんじゃ。安定のやらかし。まあ次回にはこんな感じになってますのでお許しをば。南の方とかにも進出してるのな。面白かった。続きが見たいと思っていただけたら、チャンネル登録高評価、よろしくお願いいたします。励みになります。勢いだけで街づくりを続ける霊夢、果たして最強の静岡を作ることができるのか？気になる方はチャンネル登録がおすすめなんだぜ。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。